どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら Galaxy S24 Ultra、 Galaxy Z Flip 6、 Galaxy Z Fold 6、 Galaxy Tab S10 Ultra、 そして Galaxy Watch Ultra、 実際にそれぞれどんな特徴があるのか、使ってみて感想、どんな人におすすめなのかっていうのを紹介できると思うので、 Galaxy 購入迷ってる方はぜひ参考にしてみてください。ということで早速やっていきましょう。まずは Galaxy S24 Ultra のいいところから紹介していきます。まずは何といってもウルトラシリーズの魅力、このカメラですね。カメラが4眼になってます。1200万画素の超広角、これ 0.6 倍で、メインの2億画素の広角レンズ、こちらは真ん中を切り取ることによって広角の2倍ズームもできます。なのでこれで1倍と2倍を兼ねます。そして右下、こちらが広角3倍の1000万画素の望遠レンズに、こちらが5000万画素の広角5倍のレンズで、そしてこちらは5000万画素になってるので、真ん中を切り出すことによって画質劣化なしの10倍レンズもできます。なので 0.6 倍、1倍、2倍、3倍、5倍、10倍とめちゃめちゃいろんな画角で写真とか動画を撮ることができます。これがかなり Galaxy S24 Ultra のいいところですね。ちなみにインカメは1200万画素になります。とにかくね、このカメラ性能がめちゃめちゃ高いので、写真とか動画を撮る人っていうのはかなりね S24 Ultra おすすめです。で、あとディスプレイに関しても 6.8 インチと、S24 と比べても大画面になってるので、こんな感じで大画面で動画を見るっていう使い方にもおすすめで、あとディスプレイ自体も 120Hz でかなり滑らかになってるので、ゲームをする方とか、あとは SNS のスクロールとかもかなり滑らかに見えるので、目が疲れにくいっていうのも嬉しいポイントで、あとこれガラスフィルムとか貼ると意味なくなっちゃうんですけども、こんな感じで反射軽減してくれるコーティングがされてるので、顔が映り込まないとか、そういった点も結構嬉しいポイントですね。で、実際にこのカメラで撮った写真がこちら Galaxy S24 Ultra で撮った写真になります。まずこれが 0.6 倍の超広角カメラ、これが1倍、これが3倍レンズに5倍レンズで、5倍の真ん中を切り出して10倍レンズ、10倍でもね画質劣化っていうのほぼほぼしてないですね。ここから30倍、そして100倍と、ここはどこかというと超広角で撮ったここですね。めちゃめちゃズームできてるのがわかると思います。で、そしてこれが2億画素で撮った写真。全体で見るとあんまり画質の良さっていうのはわかんないんですけども、これ 100% 表示にすると、なんとここまでズームしても画質が劣化しないという感じで、かなりね、こういうビルとかも綺麗に映ってます。こんな感じでね、カメラ性能に関しては申し分ないと思います。で、あとこの Galaxy S24 Ultra、今回紹介する製品、スナップドラゴン8 Gen 3 for Galaxy を搭載してて、性能がかなり高くなってるので、原子のような重い 3D ゲームも画質全て最高でやってるんですけども、しっかりと滑らかにゲームをプレイすることができます。なのでカメラ性能だけじゃなくてチップ性能っていうのも申し分ない性能になってます。本当に全部入りっていう感じですね。で、あとこちら筐体がね結構大きいと思うんですけども、 5000mAh のバッテリー搭載してるので、バッテリー持ちもかなり良くなってます。これ持ってけばモバイルバッテリーとかは必要ないですね。という感じで僕はこの Galaxy S24 Ultra めちゃめちゃ気に入ってます。で、どんな人におすすめかって言ったら、やっぱりカメラ性能こだわる人、あとはゲームとかも快適にしたいとか、あとはねこちらのペンシル、これ S24 にはないので、こういったペンシルでメモしたいとか、そういった方にもおすすめだし、全部入りのスマホが欲しいっていう方におすすめですね。で、逆におすすめしない人に関しては、これ 6.8 インチと結構大型のスマホで結構重量感もあるので、軽いスマホが欲しいとか、そういった方にはS24 Ultra は向かないですね。そういった方は S24 の方がおすすめです。という感じで、この S24 Ultra に関してはかなり気に入ってる端末です。次のウルトラシリーズもめちゃめちゃ楽しみ。続いてはこちら Galaxy Z Flip 6見ていきましょう。この Galaxy Z Flip 6に関しては、さっきの S24 Ultra とは違って、とにかくコンパクト、折りたたむことによって手のひらサイズで持ち歩くことができます。で、この折りたたみ機能があることによってできるのがセルフィーですね。外でこうやってカメラを構えて自撮りするのって結構恥ずかしい人も多いと思うんですけども、こんな感じでね動画を撮影することなんかもできます。周りから見たらこんな感じでね、ほぼほぼスマホ持ってるような感じに見えないので、目立たずに Vlog とかを撮影することなんかもできます。で、あとはこちら半開き状態にすることによってスタンドとして使うことができます。こんな感じでみんなで写真を撮ることなんかもできるし、マルチスターっていうアプリを入れることによって、こっち側でねいろんなアプリを起動できるようにできるので、こっち側でアプリを起動しながら撮影するとか、そういったことなんかもできます。とにかくね、このフリップのいいところはコンパクトさもそうなんですけども、この半開き状態でいろんなアクションができる。もちろんこういう置き方もできるし、で、あとはこういう感じで動画を見ながらなんかご飯食べたりするなんていう使い方もできます。これが個人的にフリップの一番気に入ってる
る点ですね。であとこの Z フリップシリーズに関しては結構スペックが低いって思われることも多いんですけども、実はねこれもスナップドラゴン 8Gen3 4G Galaxy 搭載してて、さらに今回のフリップ6からベイパーチャンバー冷却システムを搭載してることによってゲームを長時間快適にできるようになってるのも今回のフリップ6のメリットになってます。なので結構ね日本だとフリップよりもホールドの方が人気なんですけども、意外とこのフリップ6もスペック高いしおすすめだよっていうそういう感じですね。あとあんまり言われてないフリップ6のいい点がこれメリットでもありデメリットでもあるんですけども、初めて触った人だと縦長すぎてちょっと使いづらいっていう人もいるんですよね。そういった人は画面分割を試してほしい。この Galaxy のスマホに関しては画面分割機能が結構優れてて、例えばこんな感じでネットサーフィンしながらちょっとこの製品 YouTube でレビュー動画見たいなとかなった場合は3本線を押して Chrome を押して分割画面表示で起動。そうすることによって、好きなアプリをね画面分割で起動できます。こんな感じで上側で商品を見ながら下側で YouTube 動画を見るなんていう使い方もできます。画面分割したとしても結構縦長になるので両方とも見やすくなります。でこれもちろんこんな感じで比率を変更することもできるし、これ動画を16対9で表示してこっち調べ物をするっていう使い方がおすすめ。これ3本線を押すことによって上下を逆にすることなんかもできます。でもこの画面分割っていちいちさっきのマルチタスク開いてとかめんどくさいでしょって思うかもしれないんですけども、これまた便利な機能がありまして、ここの3本線を押して星マークを押します。そうするとアプリペアの追加先っていうのが出てきて、例えばこれをアプリパネルにします。この右側からスライドすることによってこの Chrome と YouTube の組み合わせ、これを押すことによって一瞬でこの組み合わせで開くことができます。この2つを組み合わせたアプリみたいな感じで横に置いておけるっていう、これが便利ですね。こんな感じでいろんなアプリできます。例えば原神と YouTube、 原神途中で切り替えるとこんな感じで縦伸びとかしちゃうんですけども、これでアプリパネルやって一回落としてあげて原神と YouTube 開きます。そうすると上側で原神しながら下側で動画見る、そういった使い方もできます。これもちろんこうやって横画面ですることも可能です。また原神はね横画面とか縦画面切り替えちゃうと比率おかしくなっちゃうので、これは再起動すれば解決します。こういった点もこの Galaxy シリーズのいいところで、そしてね他にもね便利な機能あるんですけども、それは次のフォルトで説明していきます。じゃあこのフリップ6どんな人におすすめするかというと、とにかくスマホをコンパクトに持ち運びたい人で、そして綺麗なアウトカメラで自撮りしたり集合写真を撮ったりしたい。あとご飯食べながら動画見たりするときスタンドとして立たせながら動画を見たり写真を見たいとか、そういった人におすすめですね。デメリットとしては他の機種と比べるとちょっとバッテリー持ちは悪いので、そこだけ。あとはいちいち開くのがめんどくさいっていう感じる人もいると思います。でもねこのフリップに関してもこの画面分割、そして外側のディスプレイを使いこなすことによってかなり便利なスマートフォンになってます。そうしたら続いてはみんな大好き Galaxy Z Fold 6いきましょう。これのまず見どころとしては何といってもこのスマホなのにタブレット並みの画面サイズにもなるっていう点ですね。もうこれが一番だと思います。で性能とかはさっき言った通りですね。このフォールドシリーズに関しては特にね2画面っていうのがかなり大画面でできます。例えばこれ逆の方がいいか、下側でこんな感じで原神を快適にプレイしながら上側で動画見るとか、そういった画面分割が一番やりやすい機種になってますね。でそれでいてこれなんと折りたためばスマホサイズになるのでかなりすごい。でもちろん原神をねこんな感じで大画面でプレイすることもできます。でも比率が正方形に近いので大画面でやってるっていうよりかは結構ズームしたような感じに表示されることが多いですね。最近だとポケポケとかそういったゲームだとねかなりやりやすいかなと思います。じゃあ今回さっき言おうとしてためちゃめちゃ便利な Galaxy の機能を紹介していきます。 Galaxy に関してはこの GoodLock っていうアプリがありまして、このアプリを入れることによっていろんな拡張機能を有効にすることができます。この GoodLock の中からいろいろと入れます。例えばカメラアシスタントを使うことによってスマホのカメラってシャープネスをめっちゃかけるような印象があると思うんですけども、そういったシャープネスの調整とか、あとはマルチスターって言ってさっきのフリップのこの外画面で普通は対応してないアプリをこの外画面で起動するとか、そういった技とか、あと個人的に一番気に入ってるのがこのサウンドアシスタントで、これがやばくてインストールしましょう。これ見ただけで Galaxy 欲しいってなります。じゃあサウンドアシスタント見ていきましょう。これ続行で OK です。このサウンドアシスタント何ができるのかというと、音を2つ同時に再生することができます。例えば音楽を流しながら動画を再生すると音楽が止まって動画だけが再生される。逆もそうですね。であとは動画を2個同時に再生っていうのは通常スマホだとできないんですけども、このサウンドアシスタント Galaxy の組み合わせによってそれができるようになります。一番下にあるマルチサウンド、これをオンにします。で選択でアプリはね全てのアプリ有効にしておけば OK です。今動画を2つ出しました。上が YouTube アプリ、下が Chrome ですね。でこれで通常の状態だとまず上側の YouTube 再生します。これで音出してます。これのまま下側を再生すると上が止まって下側の動画が再生されるっていう感じになるんですけど、なんとそのサウンドアシスタントでマルチサウンドを有効にすることによってこんな感じで動画を同時に再生することができます。もちろん
ろんね、音楽をかけながら動画を再生するっていうのもできます。で、これすごくて、マルチサウンドをさっき入れることによって、それぞれのね、音量調整っていうのもできて、この個別のアプリ音量ですね。これで Chrome 入れておきましょう。で、音量パネルをカスタマイズで、オン。個別のアプリ音量オン。そうすると YouTube の音量を 80%、Chrome の音量を 50% とか、そういったね、もう本当にパソコン並みの音量調整、あとはマルチタスクとか、そういったのができるようになります。この2画面で見やすいのはフォールドなんですけども、もちろんさっき紹介したこのウルトラフリップでもマルチサウンド機能っていうのは使うことができます。もうこれのために Galaxy 使いたいっていう人もね、かなりいると思います。っていうのが便利ですね。で、さっき言った通り、マルチタスクも自由自在に調整できます。ちなみにこれ最大3画面までできます。というのが Galaxy Z Fold 6のいいところ。じゃあこの Galaxy Z Fold 6どんな人におすすめするのかといったら、このコンパクトなサイズで大画面を持ち歩きたい。それにつきますね。で、あとこんな感じでね、ペンシルも対応してるので、ちょっとペンシル使いたいとか、そういった方にもね、普通におすすめなスマホになってます。ただね、これ純正の状態だとペンシルをくっつけておけないので、純正のケースを使うとか、そういった工夫が必要です。これね、ペンシルが24 Ultra みたいにこの中に差し込めればいいよね。ケース選びね、結構重要になってくると思います。あと漫画とか雑誌とか、そういったものが比率的に読みやすいので、そういったものをよく読む人。動画はね、正直黒帯がね、上下にできちゃうので、動画を見るっていう使い方だと正直あんまりおすすめではないですね。書籍見るとかメモするとか、あとは大画面でゲームする、マルチタスクする、そんな方におすすめなスマホになってます。このフォールドシリーズはかなり人気ですね。続いてはこちらでかいのいきましょう。こちらは Galaxy Tab S10 Ultra になります。こちらのタブレットはですね、まず何といってもでかい。やばいくらいでかいです。これなんと S10 Ultra に関しては 14.1 インチ。よくあるノートパソコンぐらいの大きさになってます。めちゃめちゃでかいですね。こうやって手広げてもかなりでかいのがわかると思います。このタブレットのいいところに関しては、さっきね、今まで紹介したのは全部入ってるんですけども、とにかくマルチタスクがすごい。超快適。こっちで例えば Galaxy の情報について調べながら、右上で動画を見る。左下ではゲームでデイリークエストとかを消化しておくとか、そういったことが1台でできます。で、これチップに関してはね、他のスマホと違ってメディアテックのディメンシティ9300プラスを搭載してます。スペック的にはスナップドラゴン 8Gen 3 for Galaxy と大体一緒ぐらいの性能にはなってるので、そこまで気にしなくていいとは思います。動画見ながらゲームやりながら調べ物をする余裕です。あとこれすごいのがタブレットなのにこれ防水です。なのでお風呂で使うっていう使い方もできますね。風呂でこれ最高じゃない？それこそどこでも使えるタブレットって考えたらこれ唯一無二のタブレットなので、それかなりでかいですね。で、さっき言った通りサウンドアシスタント使うことによって動画の音を出しながらもう一個動画を見るとか音楽聴くとか、本当にね、何でもではないけどすごいいろんな用途に使えます。で、これもさっき言った通り真ん中の点々点を押して星マークを押してホーム画面に入れることによってこんな感じでね、3つ同時に起動できるアプリを作ることもできます。で、あとはね、この大画面を活かして、これやばいでしょ、スマホゲームがこの大画面ノートパソコンみたいなサイズでできると、画質もめちゃめちゃいい。で、あとはね、反射防止コーティングもしてあるので、これ上照明ガンガンで焚いてるんですけども、こんな感じでかなり目立たないようになってます。これコーティングしてないスマホですね。こんな感じで反射具合が全然違います。ここにあるこのでかい照明もこんな感じで反射がね、かなり抑えられてるのがわかると思います。で、これよ、これすごすぎるでしょ。画質は全部最高設定にしてます。で、これはね、さすがに手で操作するっていうよりかはゲームによってはコントローラー対応してるのもあるのでコントローラーでやるとか、そういったのがおすすめですね。この大画面迫力がね、もうスマホとは段違い。 PC ゲームやってるみたい。画質もかなりいいですね。で、これね、画面がでかくて解像度が広いとフレームレートっていうのは落ちがちなんですけども、これしっかりとね、高フレームを維持してます。素晴らしい。で、あと面白いのがここカメラがね、なんと2個ついてます。これ画角を 0.6 倍そして1倍で切り替えることができます。あとね、このペンシルがまたすごくて書き心地がすごいんだよね。これ先っちょがね、ちょっとゴムっぽくなってて、これはね、書いてほしい。ギャラクシーストアとかで書いてほしいんだけど、吸い付く感じですごい書きやすい。鉛筆とかよりも書きやすいですね。で、これボタンを押すことによって消しゴムもできます。こんな感じでね、絵も描けますよと。このタブレットはすごいよ。値段もすごいけどね。ちなみにこのペンシルに関してはこの裏面のところにパチッとくっつけることで充電もできます。で、ちょっとね、ペンシルがあることによって起き上がるので、操作もちょっとしやすいですね。スピーカー音質はこんな感じ。
で、ギャラクシーに関してはこのドルビーアトモスっていうのをオンにできて、これをするとかなり迫力がアップするので、ギャラクシー使ってる人はね、必ずこのドルビーアトモスをオンにするようにしましょう。音良くなります。で、あとはね、動画閲覧もめちゃめちゃいいです。画面がめちゃめちゃ綺麗なので、画質を 4K にしてあげて、で、黒帯も少ないので、結構ね、大画面で動画を見ることができます。素晴らしい。で、このタブレットに関してはやっぱりね、どこでも使いたい。例えば、水がちょっとあるところ、パソコンとかだと水入ったら壊れちゃうので、そういった場所でも大画面で何かをしたいとか、あとはそれこそね、パソコンを持ってない人がパソコン代わりとしてベッドで使ってもいいし、デスクで使ってもいいし、オールインワンのタブレットとしても使えるし、で、あとウェブ会議する人とかも超広角カメラが、インカメについてるので、広角で会議をすることなんかもできます。続いてはこちら、ギャラクシーウォッチウルトラ。腕につけるとこんな感じ。僕の腕結構細めなのでね、ちょっと浮いてる感じはあるんですけども、結構ごっつい人がだとかなりかっこいい感じになります。このギャラクシーウォッチのいいところに関しては、とにかく全て自動でできるっていうことですね。他のスマートウォッチだと、例えば運動のトラッキングとかっていうのはウォッチ側から開始してあげたり、あとは運動してる最中に運動していますかっていう感じのアラートが出て、はいを押して初めてトラッキングっていうのがされるんですけども、こちらはなんと自動でトラッキングを開始して自動で終わってくれます。例えば最近やったやつだと、これとか歩いたり自転車乗ったりしたんですけども、ウォーキングしっかりと何分歩いたのか、平均の心拍数、歩数、あとは消費カロリーとか平均速度とか、そういったのを自動でやってくれます。これ何もしてません。本当につけてただけ。こんな感じでしっかりとね、情報を残してくれるのと、あとね、ウォッチの一番いいなって思ったのがこのエナジースコアですね。もちろんこのウォッチ上からもチェックすることができます。このエナジースコア何かというと、自分の HP みたいな感じですね。例えば今日の睡眠時間4時間半、必要な時間足りてないですよとか、そういったのも一瞬で見ることができるし、就寝のタイミングとか、睡眠時の心拍数とか、そういった情報もしっかり見ることができます。で、これ自分の HP が62だから、ちょっと今日はあんまり無理しないようにしようとか、あとは運動しようとか、そういったのをね、しっかりと見ることができるっていうのが、これがね、かなり嬉しいですね。運動をもうちょい増やしてくださいとか、そういったのが出てくるので、健康管理としてもこの Galaxy Watch かなりおすすめですね。睡眠時間は4時間半でした。睡眠スコア60。どんぐらい体力回復しましたかとか、そういうのを見ることができますね。深い睡眠はこんぐらい取れました。安眠度はどのくらいですよ。精神回復はどんな感じですよとか、睡眠サイクルは不十分です。そんな感じで見れます。このウォッチって健康に気を使ってる人が健康になりたいためのデバイスって思われがちなんですけども、意外とこのウォッチをつけることによって健康気をつけてきたり、そういったことにもなるので、健康に気をつけてる人じゃなくて、気を使ってない人でもこれを見ることによってちょっと気をつけようかなっていう感じになるので、そういった点もね、このウォッチのいいところですね。今週のトレーニングは30分ですよ。睡眠コーチングとかもあります。で、あとそうこのストレスチェックっていうのも今回ありまして、これやってみるか。このウォッチからいきます。ちなみにこのウォッチの操作方法に関しては、このダイヤルをいじるとかじゃなくて、この画面の縁、ここの部分をこう横にスライドします。これで操作できるのすごくない？これがね、かなり操作しやすいし、スクロールもしやすい。なのでこういった点も Galaxy Watch のいいところです。ストレスチェックこれですね。これを押してあげて、ストレス測定していきましょう。ポチ、動かないようにします。立ってるからちょっと高いかも。はい、出ました。高いです。これはどのぐらいリラックスしてるかっていう感じなのかな。そんな感じでストレス状態も見ることができます。という感じの健康デバイスとして結構いいですね。で、ワークアウトに関しては、今ウォーキングにしてるんですけども、これ GPS をオンにしてます。こんな感じで歩くと、ちょっと歩いてみます。はい、今ちょろっと歩いたら歩数11、12出ました。心拍数も出てます。で、これすごくてね、カロリーとか平均速度、今心拍数どのゾーンですよとか、そういったのも見れますね。で、今動いてないので自動停止になってます。停止するときはこの下側のボタンを押して終了でも OK です。ほっとけばね、安静にしてたら終わりますかというのが Galaxy Watch になります。もちろん通知受け取ったり、そういったね、普通のウォッチ機能っていうのはしっかりあります。なので、健康に気を使ってる人にもおすすめだし、スポーツしてる人にもおすすめだし、これから健康に気を使いたい。それこそね、ちょっと便利そうだなって思って買って健康に気を使い出すとか、そういった使い方も結構いいと思います。僕もね、20代前半とかの時はこういったね、スマートウォッチ全然興味なくて、いらないだろうと思ってたんですけども、30とか近づいてきて、ちょっとね、健康に気を使い始めると、こういったね、ウォッチに関してはどうすれば健康になれるのかみたいなサポートをしてくれる感じなので、かなり便利だなって感じてますね。学生っていうよりかは30代近くなってきた人とか、そういった人におすすめだなって感じてます。
ということでいかがでしたでしょうか。それぞれね特徴があるので人によってどれがベストっていうのは違うと思うんですけども、僕的に一番のお気に入りはやっぱりこれかな。 Galaxy S24 Ultra。 ポケットから出してスッとそのまま使えるし、画面内指紋認証の感度も良くて、顔認証でもいけるし指紋認証でもいけるし、すぐ使い始められる。そして大画面でバッテリーの持ちもいい。ベイパーチャンバーも大型のものを搭載してるのでゲームもしっかり楽しめるし、とにかくねこのカメラ5000万画素の5倍レンズ搭載してることによって10倍にしたとしても真ん中部分を切り取って画質劣化なしの10倍ズームできるし、最大100倍までデジタルズームすることもできるので、本当カメラ性能が最強すぎる。でね、他の人気スマホだとカメラが 0.5 倍、1倍、5倍っていうものもあるんですけども、こちらは超広角 0.6 倍、1倍、そして3倍、5倍で10倍、様々な画角で撮れるので、いろんな画角で綺麗に撮りたいっていう人はこの Galaxy S24 Ultra かなりおすすめです。で、あと僕はねペンシル使わないんですけども、ペンシルでメモを取ったりすることもできるので、そういった点も結構いいポイントになってます。あとはこのデザインも結構好きですね。という感じで僕はねこの Galaxy S24 Ultra お気に入りの機種になってます。で、あとこのウォッチに関してもよくて、この Galaxy Watch に関しては他のウォッチと違って睡眠トラッキングに関しては睡眠モードにする必要なくて自動で睡眠のトラッキングしてくれるし、あとすごいのが運動、ちょっとランニングしたとかちょっと自転車乗ってどっか出かけたとか、そういった時に他のデバイスだと運動していますかみたいなアラートが来て、それをオンにしないと運動のトラッキングっていうのはできないんですけども、こちらは自動で運動のトラッキングが始まって自動で終わってくれる。なのでもう本当につけてるだけで運動をどのくらいしましたよとか、そういったのを記録してくれます。本当にね全てのトラッキングを自動でやってくれるので、そういった点がねこの Galaxy Watch シリーズのいいところになってます。もちろんこれウルトラじゃなくて下のモデルもいいし、あとさっき紹介した通りこんな感じでボディバッテリーっていうのが Galaxy Watch シリーズは見れるので、このエナジースコアっていうのは結構嬉しいポイントです。あともちろん日本版はフェリカとかも対応してるので、 Galaxy でプライベート用、ウォッチで仕事用の成果を使うとか、そういったこともできます。ただ今回ね僕はこの Galaxy S24 Ultra と Galaxy Watch シリーズ個人的に好きなんですけども、人によってねどれが好みとかあって、これはダメな機種とかそういったのもないので、今回のレビュー動画を見てこれ自分の使い方に合うかもっていう Galaxy あったらぜひコメント欄で教えてください。ということで以上 Galaxy シリーズ5種類のレビューでした。バイバイ。